花だよ。今からみんなとおしゃべりする前にちょっとお茶を入れようかなと思って。今ハマってるものを紹介したいの、みんなに。トウモロコシヒゲ茶。これが本当に大好き。この前家族と韓国旅行行ったんだけど、その時にね、ヒゲ茶にハマっちゃって、なんか全員ハマっちゃって。それからずっとなんかお腹空いたり、お腹温めたいなって時にヒゲ茶を飲んでるから、今日はこれにする。最近雨続きだったんだけど、今日はね、天気が良くて、葉っぱが揺れてる音も聞こえて、すごい平和な気持ちだから、みんなと一緒にお話できるかなと思って、今日動画撮ってみてる。なんか4月ってすごく不安定になる時期だなって毎年思うんだよね。なんか新しいことが始まる月でもあるし、新生活っていうなんか一区切りついて、新しい月っていう感じもあるじゃん。そういうのもあって、なんかふわふわした気持ちだったの。ファンの子たちからね、いろいろ悩み相談とか DM とか来たりすることもあって、周りと比べて焦っちゃうとか、自分だけが前に進めてない気がするとか、スランプを感じてる子たちも結構いたのね。だから今日は小さな一歩の踏み出し方について私の考えをちょっと話そうかなと思って動画を回しております。SNS で同世代の活動を見て焦ったりとか、自分には特別な才能がないとか、いろんな要素で焦ることが増えてると思うのね。多分それは全員が思ってることで、私もめちゃくちゃ思ってるの。本当に。同世代のすごい人を見て、自分は全然できてないなって勝手にライバル意識を抱くことも多いし、全然関係ないし知り合いでもないのに、なんかライバル意識しちゃって自分ごとに考えちゃうの。これはすごく SNS の特徴だなって思う。パラソーシャルな関係が生まれやすいじゃない？パラソーシャルっていうのは SNS だけで私が一方的に誰かを知っている状態のことなんだけど、あっちは全く何も考えてない。私のこと知らないけど、私だけが勝手にメラメラしちゃってるみたいな。とか、なんか感情を抱いてしまうみたいなことが結構発生しちゃうんだよね。励まされたり、あの人も頑張ってるから私も頑張ろうって気持ちになることもある。けど、逆に比べてしまうこともあって、パラソーシャルな関係っていい時と悪い時があるなと思うの。でさ、昔は学校にいて、みんなで一緒にご飯を食べて、遊んで、勉強して、で、一緒に廊下を歩いて、先生の話とか聞いて、いろんなこと全部みんなでやってたじゃん。もうクラスごとに分かれて全員でゾロ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 、いろんなところに行ったりしてたけど、今はもう何もないの。その当時はそれが当たり前だったから、そこに対してあんま意識してなかったけど、今考えたら、みんなの足並みが揃ってるところに安心してた気がする。私は18歳で学校辞めたの。その時 YouTube もやってなくて、一番初めはイラストの活動をしていたんだけど、安定した収益とかが一切なかったんだけど、その時はもう学校という組織の外に行くことになったから、なんか世界のもう砂漠の中、何もないところにポンって放り出されたような気分になったの。特に私の職業は選択できるから、それがいい時もあるけど、逆に何もしないともう本当にゼロになっちゃうから走り続けないと誰かより遅れるんじゃないかっていう不安は今でもあるのね。これは活動を始めた時からずっとあって、始めた時はこの不安が消えるんじゃないかって思ってたんだけど、今もなんかモヤモヤはどこかにずっとある状態だから、これはなんかずっと消えないんじゃないかなって。結構ね、アップアンドダウンをね、ジェットコースターのように繰り返してるんだけど、これ私だけだと思ってたんだけど、多分みんなそう。私のインスタだけを見てる方とかだと、画像のイメージ、私の自撮りとか、私が SNS に上げてるイメージで、私の想像が作られてると思うんだけど、そんな感じで、多分みんな、表面上は綺麗に見えるかもしれないけど、みんなアップダウン繰り返してると思う。私はもうね、もうほんとやばい。最近、上行ったり下行ったりしてて、でもこれが普通だと思う。不安が突然来るのは普通だと思ってるから、そこでその不安に向き合うんじゃなくて、最近は気にしないように、もうその不安が当たり前に存在してることを認めるようにしてる。このモヤモヤとか不安はいろんな要素から成り立ってると思うから、一つの原因じゃないと思うの。だからその不安と真正面から向き合って、この原因は何だって突き詰めても答えて出ないと思うの。だからその不安はもう、はい、わかりました。はい、不安来ました。オッケーオッケー。私今こういう時期だよねって認めるってことで、その不安は和らぐのかなっていうことを最近気づいたから、これはちょっとみんなにも伝えたいなと思った。4
仕事一回始めちゃうともうずっとこれだけ見ちゃう。で、気づいたら何時間も経ってたみたいなことが多いから、この時間をね、意識して確保しないといけない、本当に。まず、大きな目標とかって絶対すぐできないのね。3年前の目標が今の目標かって言われたらちょっと違うし、自分のやりたいことはちょっとずつは変わっていくと思うから、自分が何が好きで何にときめくかっていうのを分からないと目標はできないと思うの。だからまずその大きい目標を作る前に自分が何にときめくかっていうことを探す旅に出ましょう。探す作業がすごく重要。私の場合はときめくこと結構あるけど、私の動画とかでも全部現れてるんだけど、例えばアジアの景色にすごくときめく。アジアの情緒あふれるちょっとごちゃごちゃした感じ、それにすごくときめくし、特に空港に着いた瞬間とかはすっごい大好き。空港はそれぞれの国で匂いが違ったり売ってるものとか人とか全部違うから、そこに降り立つ瞬間がすごく好き。あとは好きなお洋服を探してる時もすごくワクワクするし、動画を作ってる時もワクワクする。動画作ってる時、動画を並べてる時はもうただの作業だからあんまりときめかないんだけど、字幕を入れて音楽を探してる時、自分の頭の中で思ってたことが形になってる瞬間にすごくときめく。あとは絵描いてる時もときめく。最近ね、忙しすぎて全然絵描けてなかったんだけど、絵描く時も読書する時間みたいに時間を作ればいいじゃんってことにね、今更気づいて、時間作ろうと思って、最近はもう強制的にカフェに行って美味しいカフェラテを飲みながら絵を描く時間をね、大切にしてる。私は iPad で絵描くんだけど、この iPad はね、もう3年前ぐらいに買ったやつだから、私これ本業なのにめっちゃ昔の iPad 使ってるのどうなんだろうと思って、こういうところにさ、お金かけないといけないなと思って iPad 最近買いたい。最近描いた絵、トゥルーン、可愛くない？自分の思っていたことがすごい形になったからめちゃくちゃ嬉しくて、ゼロから自分の好きなものを作ってる時が一番ワクワクするし、ときめくなって自分で思った。自分の身の回りのものとかでときめくものを探すのは結構楽しいから、その過程も楽しみながら何が好きかとか何にときめくかを探すのは自分を知るきっかけになるからめちゃくちゃおすすめ。この絵をね描いてる時に、私ってやっぱり絵を描くの好きだなって、ときめくなって思ったから、こういう時間が私には必要だなって再確認できた。あとは無難にやっぱり音楽を聴いている時大好き。ここら辺に私の好きな曲を貼っておくね。最近はちょっとゆったりした感じの曲が好きかな。落ち着いてる感じが好き。こういう曲を聴きながら散歩をするのが大好き。散歩してると地図に載ってないレストランとかあるの。この前すごく古びていい感じの町中華を見つけて、おしゃれと思って、おしゃれっていうか行ってみたいなと思って Google マップで検索したんだけど全然出てこなくて、食べログとかにしかなかったの。Google マップにないお店ってね、意外とあるの。この店なんだろうって調べてみるのがね、最近の趣味。もうね、お金かからない趣味が最近多すぎて、カフェ代しか使ってない最近。新しいカフェに行って作業するのが好きで、あとは散歩。最近結構コスパいい感じで動いてます。みんなに忘れないでほしいし、私も忘れたくないことの一つが、人生は誰かと争ってるわけではないです。これは私の心にね、刻んでおきたい。いつもなんか生き急いでる時とか、なんか誰かと比べちゃったり、誰かと競ってる気分になるんだけど、そもそも誰もいないの。そもそも一人、私だけ。この世界に何億人もいるけど、この世界にいる誰とも基準は一緒じゃないの。だから比べることがそもそもできないんだけど、でも誰かと競っちゃったり、比べちゃったりしがちじゃない？自分の好きを一つずつ見つけていくことが大事かなって今は思ってる。SNS という他人のハイライトを見て焦ってしまうことはすごくある。だけど人生のほとんどは地味だし、何者でもない瞬間がもうほとんど。みんな寝て、ご飯食べて、YouTube とか見て、Netflix とか見て、もうそれだけ。みんな結構同じことしてるから、私だけなんか違うかもって思うことあるけど、みんな同じです。私も一緒だよ。みんな私のことどう見えてるのかな？それがね、結構知りたいかも。ほとんど家でガタガタパソコンをね、叩いてるだけなんで。みんなパジャマで寝ながら何にも考えずにインスタのストーリーをね、一生落ち続けてる時間とか絶対あるから。私もある。
なんでこのインスタのストーリー見てんだろうって虚無になってスマホを投げ捨てたくなる瞬間も何度もある。誰かを見て、あれ置いてかれてるかもって思ってる時こそ自分だけを見た方がいいかもって思う。私もね、こうやっていろいろ教えてる感じ出してるけど、私も歩いてる途中でずっと悩んでるから、おじいちゃんおばあちゃんになった時にみんなで答え合わせできたらいいなと思って動画配信してる。私こんなこと悩んでたんだ、ちっぽけだったなって思えるぐらいいろんなことが人生であったらいいなって今想像してみてる。私もここで頑張るから、みんなも一旦それぞれの場所、国で頑張ってくださいみんなどこに住んでるの？最近はね、海外の視聴者の方も多くてすごく嬉しくて、みんなで集まって異文化交流とかしたいぐらい最近ゆったりした時間取れてなかったから、今話しながら自分とも対話してる気分になって、すごいいい時間過ごせた。聞いてくれてありがとう。今日はゆっくりみんなと話ができてよかった。じゃあ次の動画で会おうね。バイバイ。